宇宙はなぜ突然生まれたのか。宇宙が始まる前、そこには何も存在していませんでした。時間も空間も光さえもまだ生まれていなかったのです。けれどある瞬間に全てが一斉に生まれました。それこそが私たちの存在の根本にある出来事なのです。無からの始まり、ビッグバンとは宇宙の始まりを説明する理論です。とはいえ内容は意外とシンプルでも衝撃的です。何もなかった場所から全てが始まった。これが今の宇宙を支える出発点なのです。まるで白紙のキャンバスに突然絵の具が飛び散ったかのように、始まりの瞬間、そこには空間も時間も存在しませんでした。物質もエネルギーも何一つありません。と呼ぶにはあまりにも冷蔵庫を開けて何もなかった時のあの虚しさとは比べ物になりません。でもその完全な空白の中に突然点のような場所が現れます。そしてそこにとてつもないエネルギーが集中しました。そのエネルギーは文字通り桁違い、電子レンジでお餅を加熱しすぎて爆発するどころの話ではありません。この瞬間、時間が動き出し空間が膨張し始めました。エネルギーが広がり、やがて物質の元となる素粒子たちが誕生していきます。ビッグバンと聞くと大爆発を想像しがちですが、実際には爆発というより急激な拡張です。部屋の中に風船が1個しかなかったのに、気づいたら部屋ごと風船の中にいるような感覚です。その中で時間という概念が生まれました。私たちが昨日、今日、明日と呼んでいるあの流れの始まりです。つまり存在するという感覚そのものがこの時ようやく意味を持ち始めたということになります。科学者たちはこの始まりを解明するために何十年も空を見上げ、計算と観測を重ねてきました。その努力の結晶が現在のビッグバン理論なのです。けれどまだ残る疑問があります。何もなかったはずの空間からなぜこれほどまでに複雑で美しい宇宙が生まれたのか。これについてはさすがの科学者もまだ首をかしげています。宇宙の気まぐれか、それとも何か法則があったのか。でも一つだけ言えることは、私たちの全ての始まりはこの静かなけれど圧倒的な衝撃から生まれたということです。インフレーション、宇宙が一瞬で膨らんだ理由。ビッグバンの直後、宇宙は信じられない速さで膨張しました。そのスピードはあの光よりも速かったとされています。もし当時そこにいたら、速いと感じる前に宇宙ごと吹き飛ばされていたでしょう。そんな急膨張こそが宇宙の形を決めた最大の事件でした。始まりからほんの100億分の1秒の、さらにその1000兆分の1、数字にすると頭がバグりそうですが、ざっくり言えば瞬きよりもずっと短い瞬間のもっと前の話です。そのわずかな時間の中で宇宙はいきなり常識を裏切りました。それがインフレーションと呼ばれる急膨張。まるで何かが我慢の限界を超えて一気に爆発したように、宇宙は一瞬で何兆倍にも膨らんだのです。膨らんだというより弾けたという表現の方が近いかもしれません。まるでポップコーンが弾けるように空間が弾け飛んだのです。ちなみにバターの香りはしていませんでした。でもここで大事なのは、何かが移動したのではないという点です。動いたのは物ではなく場所そのもの。空間が自らどんどん広がっていったのです。例えるなら、紙が広がるのではなく紙自体が増殖していくイメージ。スプレッドシートのセルが自動で増え続けるようなものです。ではなぜそんな現象が起きたのか。その理由は未だ完全には解明されていません。しかし有力な説があります。真空のエネルギーが一時的に安定した止まり木にとどまっていたことで、そのエネルギーが一気に暴れ出したという仮説です。いわば長く抑え込まれていたバネが限界を超えて跳ね返ったようなもの。あるいはペットボトルの炭酸を思い切り振ってから開けた瞬間に近いかもしれません。このインフレーションがなければ今の宇宙はこんなにも整ってはいなかったと言われています。星も銀河もきちんと配置された美しい構造ではなく、もっと混沌とした、言うなれば宇宙の寝起きの部屋のような状態だったかもしれません。もう一つ、宇宙論の大きな謎に地平線問題というものがあります。どうして宇宙の果てと果てがまるで打ち合わせでもしたかのように整っているのか。その答えがこのインフレーションにあるとされているのです。もともとつながっていた空間が一気に広がったことで、どこも似たような状態が保たれている、そんな見かけ上の整合性が生まれたというのです。この急膨張の後に起きたエネルギーの放出、それが宇宙を光と熱で満たしました。この時の余韻は今も宇宙背景放射としてあらゆる方向から届いてきます。言うなれば
宇宙誕生の残響音です。たった一瞬の出来事でした。でもその一瞬が宇宙の全てを決めました。夜空を見上げた時に広がるあの美しい星々の配置も銀河の広がりも、私たちがここにいることすらこの一瞬の爆発的な拡張の中にすでに含まれていたのです。粒子の誕生、宇宙に最初の何かが現れた瞬間、光も星も原子すらなかった宇宙、そこに初めて何かが現れました。それは私たちの身体も地球も銀河さえも作る全ての材料となるごく小さな粒子たちでした。インフレーションという宇宙の超高速膨張が終わった直後、宇宙は膨らみながらも少しずつ冷えていきます。とはいえ当時の温度は今の太陽の中心なんて比じゃない。あまりの高温にアイスどころか冷蔵庫ごと一瞬で消し飛びます。そんな極限のスープの中で最初に姿を現したのが素粒子と呼ばれる超ミニサイズの存在たちです。この時の宇宙はまさに超高温のスープ状態。光の粒である光子、電子や量子の元になるクォーク、そしてニュートリノやグルーオンなど、名前だけ聞くとゲームのキャラか新薬の名前かというような粒子たちが次々に生まれては消えていきました。粒子たちは熱エネルギーの嵐の中で激しく生まれ激しく消える、まるで宇宙がとにかく忙しい状態だったわけです。しかし温度が少しずつ下がっていく中でごく一部の粒子たちが安定して残り始めました。その中でも特に重要なのがクォークです。クォークたちが手を取り合い陽子や中性子といった物質の核を作り始めたのです。つまりここで初めて宇宙に芯ができた、物質の基礎となる枠組みが形になった瞬間です。これでようやく物が生まれる土台が整ったことになります。でも話はここで終わりません。この時点では物質と反物質がほぼ同じ数だけ存在していたのです。ぶつかると互いに消し飛ぶこの両者、普通に考えれば両方が消滅して何も残らないはずでした。でもなぜかほんのわずかに物質の方が多く残ったのです。このちょっとだけずるした物質のおかげで宇宙は光だけの空間にならずに済みました。私たちの身体も地球も星々もそのわずかな差によって生き残った奇跡です。まさにギリギリ勝ち残った粒子の子孫たちが今スマホで宇宙の始まりを読んでいるというわけです。この時から宇宙はただのエネルギーではなく存在するという意味を持ち始めました。無数の粒子たちが現れ、その中の一部が結びつき安定し形をなす、それは宇宙に物が宿った最初の瞬間でした。原子の誕生、宇宙に形が生まれた瞬間、バラバラだった粒子たちが互いに手を取り合いついに結びつきました。そして宇宙に初めて形が現れたのです。それが全ての物質の基本となる原子でした。素粒子が生まれ、クォークが陽子や中性子へと姿を変え、宇宙はひたすら冷え続けました。その冷却があるポイントに達した時、ついに次のステップが訪れます。原子核と電子の結合、つまり原子の誕生です。この時宇宙の温度はおよそ1万度といっても今日は少し暑いねで済むレベルではありません。ピザどころかオーブンごと溶けてしまう世界です。しかしこの高温でも宇宙はすでに落ち着き始めていました。電子が原子核の周りを回り、水素やヘリウムといった軽い原子が安定して存在できるようになったのです。それまでの宇宙はまるで濃霧に包まれたような状態でした。電子があちこちを飛び交い、光は進もうとしてもすぐに跳ね返されていました。ところが原子が形成されたことで電子はようやく落ち着き原子核に束縛されます。そして宇宙は一気に透明になったのです。いわば霧が晴れてようやく景色が見えるようになった状態です。この瞬間から光は自由に旅を始めました。その時放たれた光は今もなお宇宙に残っています。それが宇宙背景放射です。私たちが今観測できる最も古い光の手がかり、ビッグバンから約38万年後、宇宙の赤ん坊時代の姿がそこに記録されています。原子の誕生は物質が構造を持ち始めた証です。この先重力が少しずつガスを集め星が生まれ銀河が育ち、やがて命の居場所ができていくための静かな準備段階だったのです。しかも驚くべきことにこの時作られた原子の 99% 以上は水素とヘリウム、私たちの体を作る鉄も呼吸に欠かせない酸素も食べ物になる炭素もまだ登場していませんでした。つまりこの時の宇宙は素材だけ揃ったキッチンに過ぎなかったのです。料理はまだ始まっていなかった。形が生まれたこの瞬間は後に生命が息づくための長い物語のプロローグでした。静かで
小さな第一歩。けれど全ての未来がそこから始まったのです。最初の星、宇宙が初めて光った夜、原子たちが静かに集まり、やがて重なり合い密度を増していった先に、ついに宇宙に光が生まれました。それが星の誕生でした。宇宙が透明になり、原子が安定して存在し始めた後、長い静寂の時間が流れました。この時代は宇宙の暗黒時代と呼ばれています。理由は単純。どこを見ても真っ暗で光るものが一つもなかったからです。まるで照明のないステージに役者だけが立っているような世界でした。ですがその静けさの中でもただ一つ、重力だけはしっかりと仕事を続けていました。しかも文句も言わず給料もなしで、水素やヘリウムのガスはほんのわずかな密度の村に導かれ、ごくごくゆっくりと集まり始めていきました。その集まりは次第に大きなガス雲となり、自らの重みでどんどん圧縮されていきます。圧縮が進むにつれて中心部の温度と圧力が急上昇。そしてついに核融合が始まりました。この瞬間、宇宙で最初の星が誕生したのです。ただしこの最初の星たちは現代の星とは全く違っていました。材料は水素とヘリウムだけ。他の元素はまだ登場すらしていなかった時代。そのためこれらの星は非常に大きく短命で不安定。例えるなら最初の試作品ロボットのような存在だったのかもしれません。性能は荒削りですが、果たした役割は計り知れませんでした。それでもこの原始的な星たちこそが宇宙に光を取り戻した存在です。長い夜に差し込んだ最初の明かりでした。そしてこの星たちはその内部で私たちに欠かせない元素を生み出していきます。炭素、酸素、鉄。生命や惑星を支える重い元素たちは全てこの核融合の中で少しずつ合成されていきました。星の寿命が尽きるとき、それらの元素は超新星爆発として宇宙にまき散らされます。つまり私たちの身体を構成するあらゆる物質も、地球の地面も大気も血液の中の鉄も、全てはこうした最初の星の中で生まれたのです。私たちは星のかけらでできている。そう語ったのはカール・セーガン博士。それは知的な比喩ではなく科学的な事実です。宇宙が光を手に入れたことで、それはただの空間ではなくなりました。動き始める舞台となり、星々が幕を開け、銀河が誕生し、惑星が形成され、やがて命が芽吹く壮大な物語が加速していったのです。そしてその全ては最初に輝いた名もなき星の一閃から始まりました。銀河の誕生。宇宙に秩序が生まれた日、星はただランダムに散らばったわけではありません。お互いに引き寄せ合い、渦を巻き、やがて宇宙の中に壮大な形を作り始めました。それが銀河の誕生です。最初の星たちが輝き出した頃、宇宙はまだ雑然とした状態でした。星はバラバラに浮かび光って吐いたものの、そこに秩序もパターンもありませんでした。まるで片付け前の子供部屋のように。けれどここでもやはり重力が静かに動いていました。星と星が互いに引き合い、ガスや塵も巻き込みながらゆっくりと集まり始めます。その集まりがやがて巨大な構造体へと進化していきました。これが銀河です。銀河とは数億から数千億個の星たちが重力によってまとまり、一つの天体集団を形作っている存在です。このスケール感、もはや想像というより諦めに近いかもしれません。ただし最初の銀河たちは今私たちが知る美しい渦巻き型ではありませんでした。どこかいびつで形も定まらず、他の銀河とぶつかったり飲み込んだりしながら、まるで成長期の少年のように落ち着きなく変化を繰り返していたのです。けれどその混沌の中から宇宙は秩序を作り上げていきました。銀河の内部では新しい星が生まれ、年老いた星がガスを放出し、そのガスからまた新たな星が生まれるという星の輪廻とも呼べるサイクルが始まったのです。まさに銀河は星たちのリサイクル工場、環境への配慮が宇宙規模で行われていたわけです。さらにこの銀河たちも重力に導かれながらもっと大きな集まりを形成していきます。銀河団、さらにその集まりである超銀河団。これらはまるで宇宙の街と都市と大陸のようなものです。最初は無秩序に爆発したように見えた宇宙が、実はこんなにも繊細で壮大な構造を生み出していたとは。宇宙、見かけによらず几帳面なのかもしれません。現在宇宙には推定で2兆個を超える銀河が存在しています。その一つ一つが何億もの星を抱え、星の周りには惑星が巡り、そしてその中のたった一つ、銀河系という名前の銀河に私たちは暮らしています。銀河の誕生は
宇宙がただ広がるだけの空間から意味を持つ舞台へと進化した瞬間でした。ここから先はその舞台の上で地球という名の星が登場し、新たなショーが始まることになります。太陽系の誕生。星屑から生まれた故郷、私たちの太陽系は偶然ではありません。それは宇宙という壮大な歴史の中で長い進化の果てに生まれた必然でした。その始まりは一つの星の最後から始まったのです。ある巨大な恒星が寿命を迎え、超新星として爆発しました。その一瞬の閃光はまるで宇宙がため息をついたかのよう。けれどそこで生まれたのは終わりではなく始まりでした。爆発によって宇宙空間にまき散らされたガスと塵、いわば星の慣れの果て、いわゆる星屑が私たちの太陽系を形作る素材となったのです。やがてこの星屑たちは重力によって互いに引き寄せられ、一つの大きな雲のような構造を形成し始めます。その中心に質量が集中すると温度と圧力がどんどん上昇し、ついに核融合が始まりました。こうして主役である太陽が誕生しました。まさに死から生まれた光。宇宙の再利用精神には頭が下がります。一方、太陽の周囲に残った塵やガスはドーナツのように広がる円盤となり回転を始めました。その中で微粒子同士がぶつかってはくっつき、まるでコズミック粘土細工のように惑星の種が形作られていきます。このプロセスには数百万年という気の長い時間がかかりました。その間に種たちは少しずつ大きくなり、やがて地球、火星、木星といった本格的な惑星へと成長します。面白いことに、どこに生まれるかで中身が違ってくるのが宇宙の常。太陽に近いところでは岩石系の材料が集まり、地球や金星のような硬い惑星が、遠い場所では軽いガスが中心になり、木星や土星のようなふわっとした惑星が生まれました。そしてちょうど太陽から程よい距離にあった場所、そこに地球が生まれました。このエリアはハビタブルゾーンと呼ばれ、水が液体で存在できる生命にとって理想的な条件を備えています。気温もそこそこ、距離も適度、まさに宇宙のゴールデン立地。今も太陽系には小惑星や彗星といった残骸が数多く存在しています。それらは惑星が生まれた当時の記録メディアのような存在であり、太陽系の過去を今に伝える大切な証人です。こうして出来上がった太陽系は単なる偶然の組み合わせではありません。あまたの星の生と死、衝突と再生、無数の偶然と必然が重なった宇宙の編集作業の末に誕生した奇跡の一冊。その中の1ページが地球、そしてその物語の主人公が私たち自身なのです。地球の誕生、命を育てる奇跡の星。その先に待っていたのは宇宙で最も不思議で最も繊細な現象、それが生命の誕生でした。約46億年前、原始太陽系円盤の中で小さな塵や岩石がぶつかり合い、少しずつ成長していきました。それはまるで宇宙がレゴブロックで遊んでいたかのよう。やがて衝突と融合を繰り返した結果、一つの惑星が誕生します。これが地球です。でも最初から居心地のいい星だったわけではありません。生まれたばかりの地球はマグマの海に覆われた灼熱の世界でした。人類どころかスプーンすら溶けるような高温環境。けれど時間が経つにつれて内部の熱が徐々に逃げていきます。そして地表が冷えて固まり、ようやく大地らしきものが顔を出し始めました。同時に火山活動によって水蒸気や二酸化炭素が放出され、空に立ち上ったそれらのガスが冷えて凝縮し、雨となって降り注ぎます。この雨はまるで宇宙が地球にシャワーを浴びせたかのように、ひたすら何千年も何万年も降り続けました。その結果として生まれたのが海です。この青い広がりが地球をただの岩の塊から命の舞台へと変えていく大きな転機となりました。水は生命の構成要素であり、化学反応がスムーズに進む舞台装置でもあります。つまり水がなければ私たちは今ここで喉が渇いたとも言えなかったのです。さらに地球にはもう一つの奇跡がありました。それは適度な大きさと重力を持ち、分厚い大気を維持できたことです。この大気には最初は二酸化炭素が多く含まれていましたが、やがて光合成を行う原始的な微生物が登場します。この微生物たちがコツコツと酸素を生み出していったのです。まるで誰にも褒められない地味な努力を何十億年も続けてきた酸素職人たち。また地球には月という特別な存在がいます。この月が地軸の傾きを安定させ、潮の満ち引きを生み、地球に周期的なリズムを与えました。おかげで海の中にも環境の揺らぎが生まれ、生命が進化する余白ができたのです。まさに月は
地球の相棒であり、宇宙で最も成功した共同生活の一例かもしれません。こうしていくつもの条件が絶妙に重なり合い、地球は命を育てる星としての準備を整えていきました。海の中ではやがて細胞が誕生し、それが分裂し進化し、多様な生物となって地表を満たしていきます。このプロセスは宇宙の歴史全体から見ればほんの一瞬けれど、その一瞬の重みが今の私たちに確かにつながっているのです。知性の誕生。宇宙が自分を見つめ始めた瞬間、生命はただ生きるだけで満足しませんでした。呼吸し動き増えるだけの存在から、やがて感じ考え問い始めたのです。私はどこから来たのか。その問いは宇宙が初めて自分自身を振り返った瞬間、つまり宇宙の自撮りが始まったのです。地球に生命が誕生してからすでに35億年。最初は顕微鏡を覗き込んでも見えそうで見えないような単純な細胞でした。けれど進化は止まりませんでした。やがて細胞は複雑化し、体を作り目を持ち脳を生み、ついには見る、感じる、選ぶといった能力まで手に入れます。こうして登場したのが知性という現象です。宇宙の中に外界を知覚し、過去を記憶し、未来を想像する存在が現れたのです。人類の祖先も最初は他の動物と同じように食べ物を探し、危険を避け眠っていました。しかしある日、火を使い始め、木の枝を加工し骨で道具を作り始めます。そしてついに言葉を使い始めました。ここから先はもはやただの生物ではありません。文化の誕生です。文明の入り口です。やがて人間は空を見上げるようになりました。星の位置を覚え、月の満ち欠けを数え、太陽の動きに季節の変化を重ねていきます。天を見て暦を知る、それはサバイバル術であると同時に宇宙へのラブレターでもありました。この瞬間、宇宙は初めて自分の姿を内側から観察し始めたのです。人類はその後、望遠鏡を作り宇宙を覗き込み、ついには数式で時間の始まりを描き出そうとし始めます。そうしてたどり着いたのがビッグバンという仮説でした。つまり私たちは138億年前の出来事を誇り一つないメモ帳も持たずに再現しようとしているのです。知性とは極めて不思議な進化です。なぜならそれは食べるためでも逃げるためでもなく、意味を問うために生まれた力だからです。宇宙がビッグバンで始まり、物質が集まり、星が燃え、地球が形を整え、ついにはその地表に宇宙を語る存在が現れた。それはただの偶然ではありません。連続する因果の果てに生まれた必然の一歩です。そしてもし知性がこの宇宙に意味を見出したなら、この宇宙自体がほんの少し静かに微笑んだかもしれません。宇宙の未来、終わりは始まりかもしれない。私たちが生きるこの宇宙には始まりがありました。ならば終わりもあるのでしょうか。それとも終わりのふりをした次の始まりが待っているのでしょうか。未来の宇宙は未だに私たちに問いを投げかけてきます。時に優しく、時に無言で。宇宙は約138億年前、ビッグバンという派手な幕開けで誕生しました。まるで回転セールだよ全員集合みたいなノリで、時空とエネルギーが一斉に溢れ出したのです。そこから膨張は止まらず、しかも最近ではそのスピードが加速していることまで判明しました。原因はダークエネルギーという謎の存在。名前からして怪しいですが、どうやらこの宇宙最大の黒幕は私たちの理解の外にあるようです。ではこの先の宇宙はどうなっていくのでしょうか。残念ながらここから先は誰にも分かりませんというのが答えです。ただし仮説は山ほどあります。まず一つ目はビッグチル。今のように膨張がずっと続けば、銀河は互いに離れすぎ、光さえ届かなくなり、やがて星も冷え切って消えていきます。広大でいてついた宇宙に音も光もない。これはいわば宇宙版のお一人様老後です。次に語られるのがビッグクランチ。ある時点で膨張が止まり、逆に縮み始め、最終的には全ての物質が一点に押しつぶされて終わる。つまり始まりと同じようにド派手に始まりド派手に終わるシナリオです。そしてもう一つ、終わりの瞬間に新たな宇宙が生まれるという仮説。終わりはもしかしたら転送ボタンなのかもしれません。このサイクル説に従えば、ビッグバンは1回限りの奇跡ではなく、宇宙という名の無限リセットゲームの1ターン目だった可能性もあるのです。もちろんどれが本当かは誰にも分かりませんけれど、確かなのは私たちが今この瞬間にそんな宇宙の未来を思い描いているということです。この想像するという営みこそ宇宙の歴史の一部であり、存在に意味を与える光のようなものです。だからこそ未来がどんな姿をしていても
それは単なる終わりではないのです。むしろ問いの始まり。次のページをめくる音。そう、宇宙の物語はまだ書きかけのまま私たちの目の前に広がっているのです。この宇宙はまだ終わってなどいません。はるか昔、たった一度のひらめきのように始まったこの世界は、星を生み、命を育み、知性を宿し、今ここにあなたという存在を生み出しました。私たちが生きているという事実は、138億年の宇宙の歴史の上に積み重ねられた唯一無二の物語です。それは偶然ではなく、必然でもなく、ただ一つの結果としてここにあるのです。そしてもしこの宇宙に意味というものがあるとすれば、それはきっと今を生きる私たちがこの宇宙をどう見つめ、どう語り、どう未来へつなげていくか、その中に答えが宿っているのかもしれません。だからこそ物語のページが閉じても思考は止まることなく続いていくのです。この宇宙の続きを書くのはあなた自身なのかもしれません。